いただきまいただす。きます。いや、まあちょっとしょっぱいね。やっぱ、眉毛切った？うん。だからさ、髪の毛それどうやってセットすんの？こんななんかでいじるようなとこがないね。今日はこれから彼と新宿に行って映画マイケルを見てきます。私は2回目、彼は1回目です。今日の服装は最近購入したセームペーパーの T シャツ、古着のスカートを合わせてます。トートバッグは久しぶりにロンドンのブリックレーンブックショップで買ったこちらのトートバッグ持っていきます。今日のキーホルダーはたまごっちガチャでゲットしたミミッチのぬいぐるみギウのネイルオイルと、この猫とセラミックの本のキーホルダーはどっちも去年の東京アートブックフェアで購入しました。服装がグレーと黒でモノトーンなんで、キーホルダーも色少なめにしてトートバッグだけ目立つようにしてます。で、今日持っていくハンカチはバルで購入したグリーンのハンカチです。これも相当前に買ったんで、本当はもうちょっと緑が強かったんですけど、だいぶ焦ってきてます。では行ってきます。何の列？
帰ってきてちょっとのんびりして7時半です。中目黒のミッドセンチュリーモダンでこの椅子を買ってきたんですけど、ちょっと夜だと色味がうまく伝わらないので明日の朝取り直そうと思います。そして、これから彼とランニングに行ってきます。走り終えました。いただきます。いただきます。なんで曲なんだ。久々だ。メルシーベイクの一番お気に入りはレアチーズケーキです。この上のビスケットが最高に美味しい。出会いもないと。ああいいね、上からのアングル。これこれあれか。字幕っていうか。おしゃれすぎてわかんないんだ。マンションメーカーだって思って。Hi, Dr. Lamar, eHarmony. How can I help you today? Hi, I can't seem to leave. You're trying to use your eHarmony account for the first time? ね。 Okay, I'm looking at your profile.
疲れ様です。まあはいはい、そうですよね。そういったアクル。のやつがパッと見分かりやすいの。今6時15分。今週の私は月曜日106歩、火曜日はドラッグストアとスーパーに行って6900歩ぐらい、水曜日102歩、そして今日木曜日58歩。ひどいありさまですのでランニングに行ってきます。でかいのしか置いてなくて、2個売りとかな。これめっちゃ鍛えてる人みたいになってるから。やべんじゃん。あとあんまそういう動きもしないんじゃない、最近の人は。どういうこと？こんな感じでやったりとか。聞いてんのかな？なんか違う気がする。いや、マジでやばい。ランニングシューズ持ってこうかな。ああ、そうしなよ。いただきます。やっぱ違う？いつもの朝食です。スタンダードは冷凍の今川焼きとアイスラテですが、タイミングがいいとそこにバナナが加わり、最近はこのミネラリオンっていう鉄分補給するもの、朝飲んでます。いただきます。最近健康を気にするブームが来てるので、青汁を始めてみてます。いつまで続くかですね。やばい。今日はこれからピングー店に行ってきます。有楽町の国際フォーラムでやってるんですけど、ピングー店今日初日のチケットを取ったので行ってきます。服装はちょっとピングっぽいカラーで白と黒にしてみました。上が4年前ぐらいに買った古着のベストで久々に着たやつ、下は無印のパンツです。なぜかいつも朝早く起きるのに準備がバタついちゃう。ピングー店が終わった後、有楽町でできればランチしたいなと思って、でそのままその辺で仕事できたらいいなと思ってます。ビビアン・ウエストッドのハンカチを持っていきます。めっちゃ暑い。今日のキーホルダーは、ピングー店なんですけど、たまごっちのちょっと口パッチをつけさせていただいて、これは東京駅構内にあるビニール東京っていうところで購入したキーホルダー。これは幡ヶ谷にあるサイボタニカルワークスで
売ってた恐竜のキーホルダーなんですけど、ちょっと曖昧ですけどロフトとかなんかいろんな雑貨屋さんでちょこちょこ見ます。トートバッグはコペンハーゲンでお店の方にプレゼントでいただいたトートバッグです。多分3時半ぐらいに帰ってきて、そこからちょっと仕事のメールなど返したりしてて、今5時です。先ほどピングー店で購入したものを紹介します。ピングーで合ってるかな、ピングー、私はピングーなんですけど、ピングー店がねほんと可愛かったんですよ。見るだけじゃなくて結構体験系もあったんで、私も一人で楽しんだんですけど、絶対友達とかと行った方がもっと楽しいと思います。ここのポップにも書いてあるんですけど、主に制作資料の展示っていうのがあって、でその後に体験型展示っていうのがあるんですけど、ボタンを押したりとかカメラの前で手を動かしたりとかすると可愛いピングーが動き出すみたいな仕掛けがたくさんあって、私が結構楽しみにしてたのが写真家の田中達也さんとのコラボレーションっていうやつで、行ってみてほしいんですけど、文房具とか果物とか、本当にいろんなものを使って、ミニチュアの作品を作る写真家さんなんですけど、多分皆さん何かしら1回は見たことあると思うんですけど、とにかくねその方とピングーとのコラボ作品も見れたのですごい大満足です。で何を買ったかというと、まずグッズじゃなくて、これが数量限定のランダムステッカーで、なくなり次第終了のやつなんですけど、6種類あって、このピンガとピングーの2人いるやつ、これだけだ、やった。これがまず入り口でもらえたのと、それと別に会期前だから、今日が初日なんで、それより前にチケットを購入していた方に配られるチケット開幕前購入特典オリジナルクリアしおり全5種ランダムですのうちの1つを今から開けます。なんだろう、全部ピングーなんですけど5種類、他のはね全身写ってはいる。顔だけのピングーはこれだけだ。かわいい。しおりだそうです。ちょっと透けてるやつ。
イエーイ。お見せする前に一言言っておきたいんですけど、こういう展示ってストーリーとか知って制作過程とか見たりしてよりキャラクターが可愛く見えてる状態で最後グッズコーナーに行くじゃないですか。だから絶対たくさん買っちゃうんですよね。5000円以内に収めるつもりだったんですけど、お会計したら5000円以上でちょっと自分でも計算を間違えた。びっくりしてます。早速もう帰りにバッグにつけてきたんですけど、じゃん、ピングーのアクリルミラーです。ピングーのグッズはランダムグッズがたくさんありました。ランダムキーホルダーだけで 3,4 種類ぐらいあったと思います。でこれはランダムではなくて、これともう一つピングー全身バージョンがいたんですけど、私はこっちの顔タイプにしました。めっちゃ可愛いわ。後ろはホワイト。これがアクリルスライドミラー横顔っていうやつです。ピングー店限定のアイテム。なるべくピングー店限定アイテムを厳選して買ってきたんですけど、続いてこちらポストカード。ポストカードは絶対買うんですけど、こういう展示に行ったら4種類くらいあったと思います。ピングーとロビが遊んでるやつにしました。続いてこちらシールです。かわいい。めっちゃかわいい。ドーム型シールっていうやつなんですけど、超かわいい。これ怒ってるピングー、泣いてるピングー、笑ってるピングー、ロビンもいてピンガもいます。かわいい。シールも何種類かありました。はい、続いてこちらステッカーです。これもピングー店限定ステッカー。ピングーがお魚釣りしてるやつです。これも何種類かあってめっちゃ悩んだんですけど、これにしました。そしてこちらかわいいピングーのフィギュアです。これ全部で5種類あって、可愛いだけじゃない表情や動きのピングーを再現したフィギュア。お部屋に飾ればより身近にピングーを感じることができるアイテムですって書いてあります。これの他になんか樽に入ってるピングーと目が回っちゃってるピングーと音楽聴いててウキウキのピングーと風呂敷を肩に背負ってるピングーがいるんですけど、私はこのプンプンピングーにしました。この展示で気づいたんですけど、私は怒ってるピングーの顔が好きみたいです。かわいい。ピングー怒ってます。かわいいんだけど、やば。やば。めっちゃかわいい。これはいい買い物。結構軽い。でもね、なんていうの、ラバー素材っていうの、ちょっとこう柔らかい感じですね。素材は足とかこういうちょっと椅子斜めってんのも可愛いな。やばい、これはいい買い物。これは1650円税込みですね。もう最後だ。最後がこちらランダム4種の靴下で、なんかどれも可愛いっぽかったから2つ買っちゃいました。怖いよ。いきます。じゃん。かわいい。やば。かわいいんだけど透けてるんじゃん。透けてる。ピングー透けてる。めっちゃかわいい。ちょっとわかりますか？ピングーやった。ちょっともう一個開けます。怖いな。いきます。怖い怖い。違うの当たった。めっちゃかわいい。これ普通に履けるし、しかもかわいいんだけど、何このちょっと後ろ変形してる。これはめっちゃかわいい。気になった方はピングー店の公式サイトのグッズページを見ていただきたいんですけど、このグッズページを見たら絶対なんか欲しくなっちゃうと思います。やったー。グッズはまずチケットを購入しないとグッズは買えないんですけど、展示会場とグッズの会場がちょっとだけ離れてる場所にあって、徒歩30歩ぐらいの場所にあるんですけど、まずグッズのそのショップに入るのに20分ぐらい並びました。入ってからグッズ見て、でレジの待機列だけで20分ぐらい並びました。1時半ぐらいに並んでると思うんですけど、私がグッズ売り場から出る時にはまた列が増えてたんで、もうちょっと並ぶんだと思うんですけど、とにかく行かれる方はグッズはちょっと並ぶことをやっぱり覚悟した方が良さそうだなと思いました。
あんまね値段じゃないって思うからあんまり言いたくないんですけど、全部で7150円でした。なんか暗算で計算してた時は5000円ぐらいだったんですけどね、消費税考えてなかったかも。本当はもっと買いたかったんですよ。でもめっちゃ厳選してグッズ売り場で超悩んでこれだけに絞ったんですけど、なんかこの夏いろんなキャラクターの展示とか楽しみな展示が控えてるので、ここであんまり買いすぎてはいけないと思って、これでも頑張って絞りました。ということで今日の購入品は以上です。